どうも、底辺アクアリスト黄昏です。皆さん、水槽の壁面についた苔はどうやって取り除いていますか？普段アクアリウムをやっている方ならわかると思うんですが、壁面の苔ってすぐついちゃいますよね。立ち上げ初期であれば茶色い色をした苔だったり、水質が安定してきてからはうっすらと緑色をした苔だったり、取ってもすぐに再生するふさふさした芝生のような苔だったりと、種類は様々です。自分の場合は生態が結構多く入っているので、どんなに水替えを頑張ってもだいたい1週間もすれば壁面の苔は出てきます。基本的に週に2回、3分の1程度水替えを全水槽を行っているんですが、水替え前にはやはり壁面に苔が生えてます。そんなすぐに壁面につく苔、種類の違いはあれど全人類簡単にきれいにしたいと思ってるはずです。レッドビーシュリンプを飼育している方は、チエビの餌の兼ね合いなどで前面だけきれいにして側面と後ろ面は残しておくという場合もあるようですが、基本的に水槽はきれいに越したことはありませんよね。そういった壁面の掃除に使われるのは、だいたい三角定規のようなプラスチックのスクレーパーだと思います。中にはメラミンスポンジでせっせと取られている方もいるかもしれませんが、やはり効率的ではありません。対して三角定規やプラスチックスクレーパーだったら、面積も広く一気にきれいにすることができます。ただ、プラスチックなので頑固な反転状の苔の場合は取り除くのが大変だったり、柄がついていないので掃除する際に腕を水槽内に突っ込まないといけなかったりします。そんなこと大した違いじゃないし、水槽やってるんだったら水槽に手を突っ込むことなんて当たり前だろうと思うかもしれませんが、日々のメンテナンスは楽であれば楽であるほどいいです。手を突っ込んだ後に腕から滴った水が床に落ち、それを雑巾で拭くなんて作業、アクアリウムを楽しむ上ではただただ邪魔なだけなんです。床を拭くために我々アクアリストは水槽を管理しているわけではありません。水をこぼして床が水浸しになっちゃったけど、そのおかげで床がきれいになったってSNS で報告している方は、床だけでなく心も涙で濡らしていることを我々は理解しておくべきです。そんな感じで、いくらアクアリウムが楽しいからといって、わざわざ非効率的な方法を貫く必要はないですよね。というわけで今回は、自分が超おすすめする壁面掃除を楽しくしちゃうレベルの画期的なアイテムについて紹介していきます。動画公開日的に値上げまであともう少しのギリギリ商品なんで、ぜひ最後まで見て購入する際の参考にしてください。それでは早速製品を紹介していきます。それがこちら、ADA プロレイザーです。価格は現在税込み7150円。こちらは言わずと知れた ADA のメンテナンスツールです。アクアリウムをしている方なら一度は目にしたことがあるのではないでしょうか。ちなみにこちらの製品は以前動画でお話しした ADA の値上げ対象品なので、10月21日出荷分以降は店頭販売価格が 10% ほど上がると思います。だいたい700円くらいなんで、買うなら今しかありません。700円あったらファミレスで普段食べれない鉄板に乗ったハンバーグとか食べれちゃいますからね。自分が購入したのは実は去年の11月で、自分への誕生日プレゼントとかいう男がやったらいけないレベルで寂しいイベントを一人で行った時に買ったものです。そんな陰キャイベントの時に購入し、早1年が経とうとしているんですが、当初は購入してすぐにレビューする予定でした。この製品の素晴らしさを身をもって体験するために1年熟成させていたなんていう大層な理由があったわけではありません。単にタイミングを逃してずるずる動画にしてなかっただけです。なんなら購入当日に使ってその日のうちに衝撃を受けるくらい使いやすかったので、いつ動画にしても良かったです。というわけで、そんな無駄話は置いておいて製品の紹介をしていきます。こちらの ADA プロレイザーは
ガラス面の付着藻類をこすり落とすプロ仕様のツールで、全長40センチと結構長いです。40センチと聞いて結構長いなと思った方は、ミニ版も販売されているので、そちらを検討してみてもいいかもしれません。ただ、口述しますが、ミニ版は代替品があるので、ブランドにこだわりがなければ別の製品をお勧めします。今回紹介するプロレイザーは、ミニ版よりも一回り大きめのサイズになってます。自分が使用した感覚としては、60センチ水槽以上の水槽に適している大きさだと思ってるんですが、小型水槽に使えないわけではないので、30センチキューブくらいまでなら、この大きい方を買ってもいいかもしれません。ちなみに、ここまで聞いて中華製のプロレイザーでいいだろうと思った方は、ぜひ最後まで動画を見て判断していただければと思います。それでは開封していきます。ADA 製品って開けるときに箱がぐちゃっとならないか心配になりますよね。見てみると全体的にマットな仕上がりになっており、本体背面には ADA のロゴが燦然と輝いております。ステンレス製で重さは結構ずっしりしており、磁石にもくっつくことから鉄もある程度含有していると考えられます。水槽内に入れる製品なのに鉄製なんて錆びちゃわないかと思われるかもしれませんが、表面はコーティングされているようです。ただ、しっかり水気を拭き取っておかないと錆びる可能性もあるので、使用後は布で優しく拭くようにしましょう。ちなみに、ブラシなどでこするとコーティングが剥がれるため絶対にしないようにしてください。続いて出てきたのはプロレイザー用の替え刃です。価格は2枚入りで200円。ADA にしては超良心的な価格です。そんなにすぐ刃こぼれするわけでもないので、1枚あたり数ヶ月は使えるのでコスパ最強。ちなみにこの替え刃も値上げ対象なので、自分は5個買い置きしました。中を開けると板ガムの包装のようにアルミ紙に柔軟性のあるカッターの替え刃のようなものが2枚入っています。ここの片面部分が刃になっており、そこを壁面に当てることで頑固な苔もこすり落とすという感じになってます。ちなみに反対側の面は刃になってないので、間違って逆に取り付けないように気をつけてください。よーく見ると鋭利になっている部分がわかると思います。土地狂っても自分の指先でスッと引いてみて切れるかどうか確かめたりしないでくださいね。取り付け方法は簡単で、プロレイザーの先端についているネジを2つ緩めることで間に挟むことができます。入れ込んだらネジに当たるくらいまで差し込み、ナットを押さえながらしっかりと回し締めてください。この時にしっかり水平に取り付けておかないと水槽を傷つける危険性があるので、取り付けた後は正面から見て斜めになっていないか確認しましょう。こんな感じで刃に対して本体が大きく、左右に隙間が空いているのは水槽のコーキングを傷つけないためです。正直ここは賛否あるところですが、べったりコーキングされている水槽などは鋭利な刃でサクッと切れてしまうため、こっちの方が断然安心ですね。ただ、四隅は完全には取れないので、気になるようであれば仕上げにメラミンスポンジを使ってもいいかもしれません。というわけで、製品の概要をお見せしたんですが、結局中華製のと全然変わらなくないと思いますよね。Amazon をちょっと覗くと、これと同じようなものが1000円中盤で売られてます。わざわざ7000円もはたいて、こんなお高い製品買わなくてよくねってなるのも当然です。かくいう自分も、この製品を購入するまで中華製品でいいじゃんと思ってました。現に2020年買ってよかったものランキング動画では、中華製のスクレーパーをランクインさせてます。ただ、どちらも使ってみた結果、自分はこの ADA プロレイザーしか使わなくなりました。何が違うのかというと、その幅の広さです。通常販売されている中華製のスクレーパーは、カミソリの替え刃を使用している関係上、刃の幅が制限されます。だいたい4センチ程度で、それ以上大きくする場合は、ADA のように専用の替え刃を作らないといけないため、
コスト的にも厳しいです。それに比べ ADA プロレイザーは替え刃の広さがだいたい6センチあるので、中華製品よりも 1.5 倍広いです。この 1.5 倍の違いが大きいかどうかは人によって意見が分かれると思いますが、実際に使ってみてこの幅の広さの違いはでかいと感じました。単純に考えて60センチ規格水槽の前面を掃除するのに、中華製では15回の往復が必要で、ADA の場合は10回で済みます。壁面全部を掃除する場合にはもっと差が生まれ、中華製の場合は46回、ADA の場合は30回できれいにすることができます。実際にはもっと往復することになりますが、そのロス分を考えても 1.5 倍の差は大きいですね。自分の場合、複数水槽を管理しているので、この差は倍々で広がっていきます。時間で考えると1年もすればだいぶ変わってくると思うので、今まで費やした壁面掃除の時間で5000円程度の差はペイできていると思います。それでは実際に使用している映像を見てみましょう。これは昔の60センチ草原レイアウト水槽のメンテナンス中のものです。ご覧のようにうっすらとついて景観を損ねる藻類をさっとこするだけで簡単に取ってくれます。壁面に苔がつくと水槽内の水が濁って見えて、せっかくレイアウトした水槽も残念になりがちですが、こうやってプロレイザーを往復させるだけでクリアな視界が広がります。水替えの時に使用してもいいですし、あまりにも気になるようであればささっと壁面だけこすってもいいです。通常プラスチックの三角スクレーパーであれば手を突っ込まないといけないため、壁面だけこするのも面倒になりがちですが、このプロレイザーであれば水に手をつけなくていいので、気になった時にすぐにきれいにすることができます。この気軽にさっと使えるというのがメンテナンスツールにとっては一番重要なところで、ここはマジで気にした方がいいです。ちなみに苔取り性能に関しては中華製とそこまで変わりありませんが、幅が広い分斜めに押し当てて水槽を傷つける確率も減っていい感じです。自分の場合、めんどくさがって上下に移動させることが多いんですが、この時にジグザグにこするため、幅が狭いとこすり残しが起こることが多々ありました。ADA のプロレイザーの場合、これだけ適当にやってもこすり残しが出にくかったです。これも幅の広さが功を奏しています。ちなみに、こういうスクレーパーを使用していない方に向けて、頑固な反転苔をさっと簡単に取ってくれる映像をお見せします。大変申し訳ないんですが、映像中では ADA の替え刃を取り付けた中華製のスクレーパーを使用しています。ADA の替え刃のため、能力は今回紹介しているプロレイザーと同じなので許してください。ご覧のようにメラミンスポンジなどでゴシゴシこすらないといけない苔がいとも簡単に一かきで取れていきます。この快感は実際に使ってみないとわからないと思いますが、少なくともメラミンスポンジは使えなくなっちゃいますね。マジで気持ちいいんで、とりあえず実際に使ってみてほしいです。それだけ刃のついたスクレーパーは強力です。というわけで今回は ADA のプロレイザーを紹介していきました。まだ三角のプラスチックスクレーパーしか使ったことがない方は、この性能に感動すると思います。ただ、柄がついている分作業スペースが狭いと使えないこともあるので注意が必要です。正直中華製品でもいいのはいいんですが、やっぱり使い勝手が良く効率がいいのは ADA プロレイザーですね。最初に中華製のものを買って物足りなくなったら買い替えてもいいでしょうし、一発目から ADA を買ってもいいです。個人的には値上がり前に買っておけば後から後悔することもないのでいいと思います。ここだけの話、ADA 製品は手放す時も高額で売れるため、合わなかったら即売却で OK。ハサミなどの場合は切れ味が落ちてる可能性もあって敬遠されがちですが、プロレイザーの場合、替え刃が性能に直結するので、些
錆びてさえなければそこまで安く買い叩かれることもありません。値上げ前に買っておけば値上げ後に中古相場も上がり、送料分くらいは得できると思うので、そういった意味でも ADA がおすすめですね。ただし、転売目的のために買うのはやめましょう。利益が出るほど値上がりするわけでもないので割に合わないです。ぜひ皆さんも壁面の苔掃除が格段に楽になる ADA プロレイザーを使ってみてください。というわけで今回はここまで。Twitter と Instagram もやっておりますので、そちらも見ていただけると嬉しいです。それではご視聴ありがとうございました。